砂川ヒグマ訴訟国家の配信と逆転の全貌。1、日常業務。北海道伊佐川市のベテラン漁師池上春夫さんは地域でヒグマ対策を担う中心人物として普通に活動していました。2018年8月、市街地近くに親子グマが出没。子グマだから逃がそうと主張する池上さんに対し、伊佐川市と警察は強く駆除を要請。現場の警察官から発砲許可を得て池上さんはクマを駆除しました。2、免重複配。駆除の直後、現場では誰も飛べ弾に気づいていませんでした。しかし事件はその1時間後、現場を離れてから動き出します。1、消された物証と後出しの被害届。同行していた同僚の C 隊員は駆除から1時間後になって突然池上が撃った弾が飛び弾し、自分の持っていた銃の重傷ストックに当たって破損したと主張し始めました。不可解な修理。池上さんは当然そんなはずはないと否定。すると C 隊員は検証が行われる前に自分の加入する保険を使って早々に重傷を修理し、証拠となるはずの当たった跡を自ら消してしまいました。金銭要求と被害届で C 隊員は池上さんに修理代の支払いを要求しましたが、池上さんが拒否。すると C 隊員は警察へ被害届を提出しました。物証が隠滅された後に出されたこの被害届が池上さんを8年の泥沼に引きずり込むトリガーとなったのです。2、池上さんと C 隊員の深い確執。なぜ同じ猟友会の仲間がこれほど執拗に池上さんを追い詰めたのか。そこには伊佐川市の駆除体制をめぐる長年の確執がありました。技術と立場の差。池上さんは猟友会砂川支部長を務めるベテランで、市の駆除業務を実質的に仕切る立場でした。一方 C 隊員はその下で動く立場でありながら、以前から池上さんの指導や方針に強い反発を抱いていました。魔法の弾丸論争裁判でも指摘されましたが、池上さんのライフル弾が熊を貫通し、さらに何かに当たって飛べ弾し、至近距離にいた C 隊員の重傷だけをピンポイントで破壊したという主張は、物理的に極めて不自然系で暗殺事件の魔法の弾丸に例えられるほどでした。3、警察のヤクザ発言へのつながり。 C 隊員のこの不可解な訴えを警察は身内の不祥事とベダン事故として利用しました。現場検証で捜査官が放ったヤクザなら撃つのかという言葉は C 隊員の被害届という形だけの口実を盾に、池上さんを仲間に弾を当てるような危険人物として決めつけるための強引なレッテル張りだったのです。3、一縷希望。納得できない池上さんは許可取り消しの撤回を求めて提訴。札幌地裁は取り消しは妥当を欠くとして池上さん勝訴の判決を下し、助かるかと思われました。しかし行政側はこれを不服として控訴し、戦いは続きます。4、絶体絶命。札幌高裁は一転して池上さん敗訴の逆転判決を下しました。警察官の許可があってもプロなら自ら危険を察知して拒否すべきだったという厳しい判断により、池上さんは再び銃を奪われる窮地に追い込まれました。5、怨恨一滴。2026年3月27日、最高裁判所第2小法廷。通常最高裁は憲法違反などの法解釈に絞って判断し、具体的な事実は高裁へ差し戻してやり直させますが、今回は自ら結論を下す事犯を選択しました。これは司法による行政への引導ともいえる異例の事態です。判決文では、本件発砲は現場に立ち会った警察官の具体的な指示及び容認の下で行われたと明記。警察が撃てと命じ、公共のために引き金を引いたという客観的事実を突きつけました。さらに現場における警察官の関与といった諸事情を全く考慮外に置いたものと言わざるを得ないと断じ、現場を無視して処分を強行した公安委員会に対し、君たち現場の状況をちゃんと考えたのかという極めて重い問いを突きつけました。結論として、社会通念に照らして著しく妥当を書くという言葉を繰り返し、行政の裁量権逸脱を完膚なきまでに断罪。そもそも論として、国が要請し許可を出した行為の責任を漁師個人に負わせる不条理を最高裁が力技で粉砕し、池上さんの逆転勝訴が確定しました。6、歩行不屈。逆転勝訴の秘密は池上さんの矜持にあります。免許を取り消されていた7年間も、彼は罠猟箱縄によって10頭以上のヒグマを駆除し、警察の要請に応え続けていました。判決直後、池上さんはメディアに対し最高裁最高ということですよと喜びを爆発させました。これは一人のハンターが国家の不当な処分を打ち破った歴史的な一言となりました。その一方で、朝日新聞記者から熊との共存を問われると、共存は無理、生きたまま腹から食われるんだと現場の冷徹な現実を突きつけました。7、損害賠償。今回の勝訴を受け、今後は行政の過失を問う国家賠償請求へと発展します。
動いたお金、そしてこれから動くお金の現実は以下の通りです。訴訟費用確定分が最高裁判決により残3審分の実費約10万から15万円を敗訴した北海道が負担します。精神的慰謝料7年半にわたる不当な権利剥奪と役さなら打つのかという侮辱に対し、年額約50万円から80万円の算定が想定されます。80万円って 7.5 年600万円。逸失利益で10月買い得られなかった駆除報酬年平均30万円と仮定。30万円って 7.5 年225万円。遅延損害金弁護士費用、処分時からの年 3% の利息及び任用額の 10% の弁護士費用。これらを含めると、池上さん1人に対し合計約1000万円から1100万円規模の賠償金が発生する計算となります。行政側の埋没コストは8年間、組織の免許のために動員された警察公安の人件費や訴訟維持費、これらに費やされた住民の税金は、実質的に3000万円から5000万円規模に達していると推測されます。すべて北海道民の負担です。いかがでしたか？この情報が役に立ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。